はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちらのレンダーをツイッターに投稿したところ、このタイルされたディスプレイスメントマップの作り方についての質問をいただいたので、その作り方を紹介していきたいと思います。では始めましょう。はい、でパターンですけど、こちらの2つでできています。1つが表のパターン、そして裏のパターンですね。こちらのレンダーで言うと、浮き出てる方が表のパターン、そしてこちらが裏ですね。で、表の方が簡単なんで、そちらの方をやっていきたいと思います。で、これをグリッド状にするんですけど、それをするにあたってマッシュを使います。普通にデュプリケートしてもいいんですけど、マッシュも結構簡単なんで。はい。で、こちらのクリエイトマッシュネットワーク。で、多分デフォルトはインスタンサーだと思うんですけど、今回はそんなに量があるわけではないんで、メッシュでやっていきます。エディットも簡単になるんでね。で、作るとこうデフォルトで10個ぐらいできます。で、こちらの、この辺のグリッドに合わせていくんで、12ぴったしやってくれます。で、これで横幅18ぐらいでとりあえずやってみます。で、今度これを上に伸ばしていくわけですけど、そうするのにこのマッシュエディターでレプリケーターを追加します。これデフォルトで最初0になってるんで、こちらを伸ばしていくとこういう風に伸びていくということですね。このマイナス2ずつで、この合間を少なくして、で、これをこちらの上の線まで伸ばしていきます。で、感覚としてはですね、この辺を目安にして上の方をチェックします。ちょっと上に出過ぎてますね。じゃあ少し下げます。だいたいこのくらいですかね。もう全然大体で大丈夫です。それで3番にしてチェック。とりあえずこんな感じでやっていきましょう。で、これだと全部綺麗に整ってるだけなんで、この上にさらにランダムを追加してあげます。で、これは全部0に戻します。はい、また綺麗になりました。で、この場合はですね、ローテーションを少しいじくります。で、こうすることによって多少ばらつきが出るの分かりますか？はい。で、お好みでスケールも調整できます。とりあえずはこんな感じで。はい。では、このままですとタイルした時にこちら側とこちら側が合わなくて CM ができてしまうので、あと上と下も同じですね。それを直してあげます。1番に戻して、まずこちらをオリジナルとして取っておきたいので、こちらをデュプリケートしてハイドしておきます。で、こちらをですね、この一番右側の列を一旦消して、そしてデュプリケート。そしてから今度一番左側の列以外を消してあげます。そうすると左側のデュプリケートができるんで、これをグリッドにスナップしたまま反対側に持っていきます。で、こうすることによって横にタイルした時にここでこの辺で切れますね。同じメッシュなのでシームができないということです。はい。で、この2つをコンバインして、で、今度は上の方を消します。で、デュプリケートして下以外を消します。で、それで上のところまで持っていきます。はい、これで OK ですね。で、これをそのままレンダリングすればいいというわけではなくて、まずこれに UV をつけてあげないといけないです。で、それをするのにハイトマップを作りたいんで、ここが0でここが1という状態にしてあげたいんですね。なので使うのはこちらのプラナーマッピングです。これをバウンディングボックス X 軸でいいですね。で、こちらのオプションの方はですね、オフにしておきます。はい。で、メッシュを選択してアプライ。そうするとこのように0から1すべてを使ったマップができます。それでこれにフラットシェーダーとランプをつけてあげることによって、この黒から白のグラデーションができるということです。はい。ではまず AI フラットシェーダーからのランプ。まずこちらの方、カラーとカラーをつなげてあげます。で、こちらのランプなんですけど、デフォルトで V ランプになっていて、それで下の方が黒、上の方が白という設定になっているので、このままで大丈夫です。で、これをメッシュにアサインしてあげる。そうするとですね、このように白から黒のグラデーションができます。はい。で、これを上からレンダリングするんですけど、カメラの設定をしなければなりません。まず、トップビュー。で、レンダリングするエリアですね。このポジショニングなんですけど、その前にこっちの枠の大きさを設定していきましょう。で、それはどこにあるかというと、ここです。オーソグラフィックビューズのところでオーソグラフィックになってますね。で、先ほどグリッドを12にセットしたので、
12にセットします。そうするとですね、ちょうどこのサイズになるんですよ。グリッドサイズ。なので今度はカメラのポジションですね。それはこちらのカメラ自身を選んで、とりあえず全部0にセットします。ちょっと上に上げて、それで X 軸をですね、さっき12だったので6、その半分の6。そして Z をマイナス6。はい。これをレンダリングするとシームレスのマップができます。じゃあ、レンダリングしてみますか。はい。このような感じのレンダーができました。ただ一つ気をつけないといけないのは、こちらの黒の部分が何もないということになってしまうので、プレーンをですね、適当にバーッと敷いてあげて、ちょっと下にずらしてあげます。で、新たな AI フラットシェーダーを作って、黒にセットします。この後ろのプレーンにアサインしてあげます。こうすることで、黒いのが下にあるよということで、これが透けるようになりません。あとですね、こういうのオパシティマップを作りたいときは、これを黒のままで、そして、こちらの糸の方ですね。真っ白のものにすると簡単にオパシティマップができます。はい。ではマテリアルの話に入っていきます。で、結構ノードが見えるんですけど、やってることは結構シンプルなんで簡単に説明していきます。はい。ではまずこちらのノード。こちらが先ほど書き出したディスプレイスメントマップが入っています。ユーリムになってるんでね、表と裏両方入ってます。で、このマップだけを見た画像がこちらです。こんな感じになってます。はい。で、次ですね。次はこちらのノイズ。2つ使ってます。1つは小さいやつ。で、もう1つはもっと大きいバンプですね。で、こちらを見てみると、こんな感じになってます。まあ、距離によって必要ない場合があるんですけど、まあ、一応付け足してあります。それでもう1つがこちら、大きい方ですね。こちらの方が見やすくなってますね。で、服っていうのは大抵凹凸があるので、簡単に薄く入れてやります。で、こちらのマスクですね。これちょっと逆になってますけど、今これ表って書いてありますね。逆でした。こちらの今白い方が裏で、こちらの黒い方が表の方ですね。はい。で、こちらのチェッカー。まずこちらを見ていきます。これ UV の U の方で1000倍にしてあります。で、B は1、そのままですね。そうするとすごく細い線ができるんですよ。で、これを見てみるとですね、こんな感じになってます。この裏の方に使ってるんですけど、こういう細い線を入れることによってですね、その糸がさらに細い糸でできているっていうような錯覚をね、出しています。で、こちらのさっきの裏の方を分けるもので、この表の方を使わないようにしてます。はい、それで使われているマップは全てとなります。で、じゃあ次はそのマップをどう使っているのか。まずこっちの下の、これがディスプレイスメントの方ですね。じゃあ最初の方から。で、先ほどのニットですけど、こちら。これをまずプラスマイナスアベレッジノードに入れて、0.7 をサブトラクトしています。こちらのマップは0から1のマップなので、マイナス1から1のレンジにアジャストしてあげるということです。なので、これが上に行くだけのマップになっているので、こちらのプラスマイナスアベレージで少し下げて調整してやる必要があるということです。そしてそれをこのモルティプライノードでちょっと強すぎるんでね、0.5 ぐらいに調整します。で、こちらのプラスマイナスアベレージノードにつなげておいて、こちらが小さい方のノイズなんですけど、これも強すぎるとあれなんで、ちょっと弱くしてあげて、それからですね、大きいノイズと小さいノイズ、とりあえずここで足して混ぜてあります。それで足されたものを 0.2 サブトラクトしています。これも調整する必要がありますね。はい。で、それを2つを混ぜて、ディスプレイスメントシェーダーに入れて、それでこちらにつなげておきます。はい。で、今度は色の方ですね。色はこちら最後の方でやってるんですけど、このちょっとだけ暖かい白にしてあります。それで、このインプット2の方にですね、これなんですけど、これでですね、ちょっとフェイクのアンビエントオクルージョンみたいな影みたいなものをつけてます。まず、このニットのマップですね。それをインプット1に入れてまして、それで先ほどのチェッカーで裏の方をマスクしたところ、それをモルティプライで混ぜてあげます。こちらの裏網の方にちゃんと線が入ってますね。それで表網の方はそのままです。で、こちらをカラーの方に入れてあげて、モルティプライをかけてます。そうすると、フェイクの影みたいになるんでね。で、それをマテリアルの方につなげてあげる。僕はこういう柔らかい生地をやるときにですね、よくサブサーフェスとか入れてあげると結構ふわっとした感じになるんで、0.7 くらい入れてあります。で、こちらのスケールの方も調整して、こちらのタイプもですね、ディフュージョンをこのレンダリングが早いんで使ってるだけなんですけど、テストして調整してください。で、多分ちょっと気になってる方もいると思うんで、こちらの黒い部分、真っ黒の部分ですね。これもそのまま色に出てしまうんですけど、もしそれが嫌な人は、先ほどのマップを作った時にですね、オパシティマップをちゃんと作って、それでここでオパシティをやってあげると、
そうするとですね、この黒くなっている部分、こういうところがちゃんと透けて、この裏の方が、この中の方が透けて見えるようになります。こんなもんですかね。はい、それではファイナルレンダーの方がこちらです。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらコメント、評価、チャンネル登録の方をどうぞよろしくお願いいたします。ではまた。